はいどうも、小川でございます。生産性、作業効率を上げることに特化したマウスの最高峰といえば何だと思いますか？正解です。MX マスターシリーズですね。ついにですね、新型が登場したんですよ。それがこの MX マスター4です。はい、これがね、その新型の MX マスター4なんですけど、今回 3S からね、4になって、フルモデルチェンジになりました。ただ前のモデルを知っている人からすると、あんまり変わんなくないって思った人いるんじゃないですか？これ一つ前のモデルの 3S なんですけど、確かにね、これ比べてみても、サイズも形もね、大まかには一緒で、僕もね、これあんまり変わってないのかもって思ったんですよ。今回これね、もう3週間ぐらい先行して使わせてもらってるんですけど、結構中も外も変わってます。というわけでこの新型 MX マスター4にはですね、期待を超える進化はあったのか、僕の使い方も含めて詳しく紹介したいと思います。はい、じゃあまず最初にですね、この MX マスター4、一体何が変わったのか、この核心部分にいきなり行きたいと思います。というのも、MX マスター4の新機能を僕めちゃくちゃ使うんですよ。すごくいいなって思うので、それ早く見てもらいたいなと思います。で、このノリでね、わかると思うんですけど、最初に言っておくとですね、僕このマウスすごくいいと思ってるんですよ。すごいマウスとしてはね、すごく価格の高いものですし、もちろん残念なとこもあるんですけど、これまでの MX マスターの伝統的な使い勝手みたいなものはちゃんと持ってますと。で、その上でね、ボタンも一つ増えてます。ただ、この MX マスター4はハードのボタンがどうとかだけではなくて、ソフトウェアと連携してより賢さを手に入れたって感じになってます。その象徴がですね、この親指の位置に追加された新しいボタン。これがすごいんですよ。前のモデルではここに小さいボタンがあったんですけど、4ではこの親指あたり全体がね、ボタンになりました。このボタンのおかげで使えるようになった機能が、アクションズリングというものと、PC からの反応をこうブルッとね、震えて伝えて教えてくれる触覚フィードバック。そう言われてもね、何それって感じじゃないですか。これ見てもらった方が早いと思うので、僕の使い方も含めてですね、新機能を紹介していきたいと思います。まず一つ目がね、アクションズリングっていう機能です。これね、僕もすごく使ってます。これ何ができるかっていうと、ボタンを押すと画面上にね、こんな円形のメニューが出てくるんですよ。ここに自分がよく使う操作を登録しておけると。ランチャーみたいなものですね。で、一例としてなんですけど、僕はここにね、スクリーンショットを設定していて、これがね、すごく便利なんですよ。基本的にスクリーンショットってキーボードショートカットでやると思うんですけど、スクリーンショットって画面全体とか範囲指定してとか、なんか複数種類あるじゃないですか。それらのショートカットを覚えてはいるんですけど、使うときにこれ目線取られちゃうんですよね。で、個人的には範囲指定で使うことが多くって、これショートカットを押した後に画面に戻っていってこの首の上下が、これがね、ちょっと嫌なんですよ。それがですね、このマウスのボタンを押して、でそのままマウスで範囲指定をして、スクリーンショットが撮れると。そんな感じで一切目線を変えずに素早くスクリーンショットが撮れるようになります。範囲してもね、こんな感じでささっと撮れるし、ファイルとして必要ない時は直接クリップボードのボタンを押してスクショ。あるいはね、OCR、画像からね、文字を抽出したい時、それのボタンを選んでスクショ。で、それペーストすれば、そのままね、画像の文字を、テキストとして扱える。僕はね、このスクリーンショットにクリーンショット X というアプリの動作を割り当てているんですけど、このあたりはね、純正のスクリーンショットアプリ、純正って MacOS を僕は前提として今話してますけど、純正のスクリーンショットでも似たようなことができるので、このアクションズリングの使い方としてすごく便利です。あとこのアクションズリング面白いのが、フォルダみたいに階層化できるんです。今お見せしたスクリーンショットがまさにそれで、スクショっていうフォルダの中にですね、範囲指定とか OCR とか複数の操作を格納しておけると。なので見た目の円は8つだけなんですけど、実際にはね、もっと多くの処理を中に入れることができるという感じになっています。で、さらにすごいのがですね、これ複数の連続した動作を一つのボタンで実行できるように設定ができるんですよ。例えばね、デフォルトで指定されているもので言うと、テキストをコピーしてブラウザでチャット GPT 開いてコピーしたテキストを貼り付けて実行するみたいな、そういった連続した動作が一つのボタンになっていて、押すだけで実行できるようになってます。このあたりの設定はロジオプションズプラスっていうロジクールのね、設定アプリがあるんですけど、その中でね、簡単に行うことができるようになってます。で、このアクションズリングでこの複数の連続した動作を行うときはマルチアクションっていうのが使われてるんですけど、これね、ちょっと分かりづらいんで、スマートアクションズっていうのを使う方が圧倒的に楽だと思います。スマートアクションズというのはよく使う一連の動作を設定して覚えさせておくことができる機能なんですけど、マルチアクションはその場で使うだけ、スマートアクションズは登録しておけばどこか違うところでも呼び出して使えるみたいな、そんな違いがあります。あらかじめね、このようにテンプレートがたくさん用意されているので、それそのまま使うっていうこともできるし、それの一部を改変して使うっていうこともできるので、シンプルにね、設定がこっちの方が楽です。
スマートアクションズとかアクションズリングとかちょっと機能名がね、わけわかんないと思いますけど、使ってればね、わかると思います。はい。でね、この新しく搭載されたボタンでアクションズリング動くようになってるんですけど、それね、デフォルトの設定がそうなってるからだけなので、別にね、違うところのボタンに割り当てることもできます。で、このアクションズリングのこういったアイコンも、公式のマーケットからたくさんダウンロードできるようになっているので、そういったところをね、作り込むのも楽しめます。はい。で、このアクションズリングっていう機能はですね、ロジクールの MX クリエイティブコンソールっていう左手デバイスに搭載された機能なんですよね。そこで初めて搭載されたものだったと思うんですけど、左手デバイスってマウスほど多くの人が使うものじゃないじゃないですか。今回ね、このマウスにアクションズリングが搭載されたっていうことで、その機能がですね、民主化されたみたいな、そんな感じかなと思います。ちなみにこのアクションズリングなんですけど、過去モデルの MX Master 3、3S でもソフトウェアアップデートで使えるようになりますので、MX Master 3、3S をね、すでに持っている人は、このアクションズリングが目的なら、無理にね、MX Master 4に買い替える必要はないかなと思います。ただですね、MX Master 4、もちろんそれだけじゃないんですよ。他にもね、できるようになったことがあって、その新機能を紹介したいと思います。はい、じゃあ次なんですけど、さっきもちょっと言ったようにですね、MX Master 4、震えるんですよ。新しく備わったこのボタン部分全体が特定のタイミングでブルって振動するんです。これ名称で言うと、ハプティックフィードバックっていう機能です。いやいや、それが何なのよと。それ震えるからどうなんだよって感じだと思うんですけど、実はね、現状だと発動できるタイミングっていうのが結構限定的なんですよ。例えばね、さっきのアクションズリングを使った時とか、あとはね、デスクトップを左右に切り替えた時とか、そういった時にね、ブルッと震えて、実行したよって教えてくれるみたいな、そういったところがね、デフォルトでオンになってます。で、他にはね、プラグインという形でいくつかのアプリに対応していて、それをインストールすることで、そのアプリからフィードバックを得られるようになります。例えばね、Zoom があるんですけど、新しいチャットを受け取ったりとか、挙手されたりとか、それから新しい参加依頼が来た時に、これブルッと震えてね、教えてくれると。そんな感じで使えるんですけど、アプリも結構限られているし、やっぱね、どうしても現時点だと、結構限定的なところでしか使えないなという感じなんです。なのでね、あれこれ、いるって思いますよね。正直ね、僕もそう思ってたんですよ。と思いきやですね、これ現時点でも少しでも生産性を上げるために使うことができるんです。これ通知として使えるんです。それどういうことなのかというと、仕事でね、多くのテキストを要約させたりとか、あるいは文章を作成したりとか、データの分析とか、場合によってはね、プログラムを作ったりとか、そういったことするんですけど、そういう時にね、僕は AI を使うんですよ。で、僕がよく使うものがクロードコードとかコーデックス CLI っていういわゆる黒い画面で使う AI ツールなんですね。で、これらの AI に仕事を頼むとですね、賢いんですけど、処理するのにちょっと時間がかかるわけなんです。なので何分も何分もかけてね、ずーっと動き続けてやってくれるんですよ。で、もちろんですね、その間ずっとこうやって見ているなんてことはしちゃ絶対ダメなことなので、もちろん違うことを何かするじゃないですか。そうするとね、終わったことがわからないんです。一応ね、Mac に通知出すっていうこともできるので、それもやってはいるんですけど、そこでですね、この MX Master 4のハプティックフィードバックで終わった時に通知を出してもらうんです。一連の処理が終わったら違うことをしていても、マウスが終わりましたってこう指先を叩いて教えてくれるんですよ。で、終わったわってことで結果を確認しに行くと。これがね、すごい便利なんです。もちろんね、MX Master 4の通知だけに頼るわけじゃないんですけど、複合的な確認方法の一つとして優秀なんです。こういった AI ツールはですね、Mac 側の音を出して通知するっていう設定もできるんですけど、さすがに鬱陶しいじゃないですか。連続する時もあるし。そこで言うとですね、この親指部分が震えるぐらいなら、別に何度来てもらったって構わないわけなんですよ。つまりね、通知として重苦しくないってことなんですよね。気軽に設定できるってことなんです。その気軽な通知っていうところにめちゃくちゃ価値があるなと思います。でね、いやいや、そのコマンドの AI とか使わないしっていう人の方が多いと思うんですけど、これ他にも応用できるんです。例えばね、ショートカットアプリの実行に設定できます。そもそもですね、これ MX Master 4側で何をしているかっていうと、さっきもね、ちょっと使ったスマートアクションズっていう機能で、特定のキーボードショートカットが押されたら、ここがね、振動するっていう設定をしてます。どうせね、手でキーボードショートカットを押すわけじゃないんで、絶対押さないような複雑なショートカットを設定しておいて、それが押されたらここが震えると。それだけのことです。でですね、僕の場合だと、左手デバイスのボタンが押されたら、こういったね、電気がつきますっていう、そういったことをショートカットアプリで作ってます。で、そのショートカットの最後の工程に、その震えて教えてくれるっていう作ったものを設定しておけば、左手デバイスを押します。
電気がつきます。はい、実行しましたよってマウスが教えてくれると。これ電気の場合はね、明るくなるから見てりゃわかるんですけど、ショートカットアプリは Mac の自動化とか、様々なね、自分を楽にすることに使えます。その最後にですね、MX Master 4への通知を突っ込んでおけばいいだけなので、いろんなことにね、応用が効くんじゃないかなと思います。最初に設定と、その1行だけのスクリプトみたいなのが必要になるんですけど、全然ね、簡単なことなので、それもね、本当アイデア次第で便利に使えると思います。はい、という感じで、設定で意外とクリアできることがあるなっていうふうには思ったんですけど、とはいえね、やはりそれだけでは限界もあるので、ロジオプションズプラスとしての対応アプリ、今後より増えていくと思うので、そちらにもね、期待したいなという感じです。ちなみに振動の強度っていうのを選べるんですけど、これ中がおすすめです。強っていう設定もあるんですけど、これね、バッテリーの消費がね、激しそうな印象です。で、そこも含めたバッテリー持ちみたいなところに関して言うと、特にね、不満がないというか、前のモデルとそんな違いは感じないんですけど、このね、触覚フィードバックを使っていないよりは使っている方が、やっぱり電池持ち悪くなるとは思うので、そこは理解しておいた方がいいかなと思います。で、繰り返しですけど、さっきのね、アクションズリング、これに関しては3とか 3S、前のモデルでも使えるようになります。でもね、この触覚フィードバック、ハプティックフィードバック、これは MX Master 4だけの機能になります。というわけで、僕と同じようにですね、この PC からのマウスへのフィードバックを、自分のワークフローに組み込みたいという人はですね、MX Master 4を狙ってみてください。はい、ここまではですね、ソフトウェア的な進化を中心に見てきたんですけど、ハードウェアもね、これパッと見はわからないんですけど、実はね、結構変わってるんですよ。そこもね、ちょっと紹介していきたいと思います。まずですね、まず大きなところとしては、これ素材が刷新されてます。前のモデルは、この手のひらのこのトップケースの部分は、ラバーコーティングがされてたのかな、よくわからないんですけど、ゴムっぽい素材だったんですよ。ここがですね、この MX Master 4は、再生プラスチックが使われたマイクロテクスチャー素材っていうものになりました。いや、これね、素材とかそんな重要って思う人もしかしたらいるかもしれないんですけど、以前からね MX Master シリーズ使ってる人はわかると思うんですけど、このゴムの部分ね、ベタついてくるんですよ。いわゆる加水分解っていうんですかね、わかんないですけど、今回はね、そこがプラスチックっぽい素材になったので、おそらくね、それ軽減されるんじゃないかなと思います。このベタつくっていう部分に関しては、課題に感じている人結構いると思うんですよ。そういったね、ユーザーの声をちゃんと拾ってるんだなという感じがしました。で、さらにね、この左右のクリックボタン部分に、クリアのね、樹脂素材がつきました。この透明になってるところ、これ分かりますかね。頻繁に触るのでね、何かと汚れが気になるところなんですけど、汚れに強く掃除しやすい感じになったんじゃないかなと思います。あとね、MX Master 4は、一つ前の3ではなくって 3S という静音モデルの特徴を引き継いでいるので、3に比べるとクリック音がね、非常に静かになってます。で、この触覚フィードバックの部分はシリコンになっていて、サラサラとした感触になってます。そして実はこの親指の部分にボタンが1つ増えてます。前のモデルは全部でボタン7個だったんですけど、MX Master 4は8つになりました。もちろんロジオプションズプラスを使ってそれぞれのボタンには任意の機能を割り当てることができます。でですね、MX Master といえばこのホイールですよね。これね、もちろん健在で、縦スクロールはね、1回回すだけでめちゃくちゃ高速スクロールできます。あとね、この横スクロールもね、Excel とかスプレッドシートではなくてはならない存在ですよね。はい。でですね、サイズと重量も変わってます。実は残念ながらですね、3S に比べて少し大きくなった上に、約 9g 重くなってしまいました。よく言えばですね、どっしりとして安定性が出たとも言えそうですけど、これ持ち歩きたいという人もいると思うので、そういう人にとってはやっぱりちょっと残念かなと思います。で、今回ですね、バッテリー容量が前のモデルの 500mAh から600になってます。そのせいでね、ちょっと大きくなって重くなってるのかなとも思うんですけど、実はね、稼働時間がね、前のモデルと一緒なんですよ。最長70日間かな。バッテリー持ちに関しては、さっき紹介したハプティックフィードバックの影響もあるんじゃないかなとは思うんですけど、容量は増えてるんだけど、稼働時間は変わらないっていうのも、ちょっとやや残念なところかなと思います。で、その大きさ重さ実際使ってみてどうなのっていうところなんですけど、数値的にはね、誤差レベルなので、触った感じで、うわ、大きくなったっていう感じはしないんですけど、もともとが大きいマウスなので、手が小さい人にはより扱いにくくなっちゃったかもしれないですね。はい、というわけで外観的なところは以上。はい、次ね、接続周りなんですけど、言うまでもないんですけど、Bluetooth 接続可能で、3台までペアリングすることができます。で、今回付属のロジボルト、レシーバーですね。あれが USB-A から USB-C に変わり
りました。どうなんだろう、皆さんレシーバーって使いますか？僕個人的にはね、使う派なんですよ。それ使おうと思ったことないわっていう人にはですね、ぜひこれおすすめしたいんですけど、なんで僕がレシーバーを使うかっていうとね、考えることを減らせるからなんです。MX マスターシリーズはね、優秀なんで、Bluetooth でね、ワイヤレス接続したとしても、そのラグが起きるみたいなことはあんまりないと思うんですけど、Bluetooth は周りの環境に左右されるので、使っているものによって何らかの影響を受ける可能性もゼロじゃないんですよね。レシーバーでつなげておくと、環境の影響を受けづらくなるので、余計なこと考えずに済むと。なので、ハブとかドッキングステーションなりのポートが空いてるんであれば、つけとけばいいじゃんという考えで僕は使ってます。外にね、持ち出すようなことはしないんですけど、自宅で使うときはつけっぱにして使ってます。で、MX Master 4は前のモデルとね、同じ位置に USB-C ポートついてますが、これね、充電専用です。つなげていたとしても接続はワイヤレスで行われます。ただこれ USB-C ポートの位置的につなぎっぱなしで使うことができるので、実質有線マウスのようにも使えます。はい、というわけで MX Master 4の進化点分かってもらえたでしょうか。まとめると、今回の MX Master 4の進化のポイントは、アクションスリングとハプティックフィードバックのようにソフトウェアとハードウェアを融合させて生産性向上を提案しているところかなと思います。前のモデルを持っている人が買い替えるべきなんですかみたいなところで言うと、さっきも言ったようにアクションスリングは3とか 3S で使えるようになります。なのでアクションスリングだけが目的なら無理に4に買い替える必要はないかなと思います。ただこの震えて教えてくれるハプティックフィードバックは MX Master 4だけの機能です。あと本体素材の改良とかね、日常的に長く使っていく上でそこ大事でしょみたいなところもまるっと変わってるので、そのあたりにもね、価値を感じる人は乗り換えを検討してみるといいのかなと思います。で、初めてね、MX Master シリーズ検討するよっていう人はですね、今話してきたような機能が、どれだけ自分にぶっ刺さったかっていうことで判断してもらえればいいのかなという感じです。マウスとしてはね、価格が高いものなので、そう気軽にね、ポチれちゃうっていうものじゃないと思うんですけど、クリエイターの方はもちろんなんですけど、多くのビジネスパーソンにとっても生産性向上の手助けになるんじゃないかなと思います。僕の場合はね、その AI が終わったら通知を出すみたいなのはちょっと特殊な扱い方かもしれないんですけど、このハプティックフィードバックを通知にするっていうのがこんなにね、自分のワークフローに入り込んでくるのかっていうのは意外だったというかね、そこはすごく感激しました。はい、というわけで MX Master 4気になった方はぜひチェックしてみてください。はい、では今日の動画は以上になります。こんな感じでね、Apple 製品とかその周辺機器とかについて発信しておりますので、もしよかったらチャンネル登録お願いします。あとこの動画にもいいねをお願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。